ご視聴ありがとうございます。今回は今年紹介した道具の中で特に良かったアイテム紹介の後編をお送りしたいと思います。1つ目、スナップオンのマグディッシュ。シリコントレイを2つくっつけたり離したり、蓋にもなるし、それぞれ単独で使うこともできる整理収納に向いたアイテムです。サイズはこんな感じ。深さは2段階に調整できまして、外したネジなどの小物をポイポイ放り込む一時的な物置って感じ。そこにはマグネットが入っていまして、ペタッと貼り付けて使えます。マグネットは内側にも効きますので、トレイに放り込んだネジも磁石につくものは雑に扱ってもこぼれにくく、衝撃が加わってもボヨンって感じである程度防いでくれるし、音も静か。扱いやすいトレイですね。蓋ができるので、作業を中断するときや日をまたいでしまうときに外したネジや小さな部品をこれに入れっぱなして運べるというのが便利です。というかそれが全てですね。単純なんですけど、蓋ができるっていうのは便利で、交換する部品を入れて持って行って、作業中はネジを放り込んで、帰りは交換した部品を入れて持って帰る。蓋のおかげで中身はばらけないし、シリコン柔らかいですから中のものも保護してくれる。畳めるので普段はそこそこコンパクト。ほんと単純なんですけど便利な入れ物に思っています。これサイズ展開あればさらに便利になりそう。縦長倍くらいの大きさがあったらそれはすごく便利そうなんですよね。どこか作ってください。ぜひお願いいたします。2つ目、 PB のインサイダー。渋1ビット用のドライバー型ホルダーです。ビット収納も兼ねていまして、お尻部分を引き出すと 25mm のビットを8個収納できるアイテム。今年良かった道具、前編で紹介しましたトルクアダプターを使うようになってからビットの使用頻度がすごく高くなりまして、それに合わせてこのインサイダーも2本作業に必ず持って行っています。まずはじめにこれ2本取り出してって感じで、使わないときはほとんどないですね。グリップはいつもの PB サイズ、樽型上から2番目の大きさです。中は空洞となっていますが、弱いっていう印象はないですね。思いっきり握り込んでも大きくたわむようなことはありません。軽く踏んでみたりもしましたが、壊れてしまうことはありませんでした。ビットの保持はマグネットタイプ。多少のガタは持ちますが、ビットの付け外しでストレスを感じたことはありません。ビットにもマグネットが効きますので、落としたネジを拾い上げたりといった使い方も可能です。しかしこのガタのため、プラスマイナスのビットには少し使いにくさを感じています。ちゃんと使えば問題ない。最初に遊びを取ってから回すを守れば問題はないのですが、気を抜いて使うとカムアウト、ネジから外れやすいという印象があります。トルクの必要ない箇所、サスペンションの調整だったり、普段よく触るネジにはこれを使いますが、しっかりと固着したネジというか一般的な作業には普通のドライバーをやはり使っています。かっちりはまるヘックスやトルクスにはいいんすけど、プラスの2番はビットだけでなく普通のドライバーも必ず一緒に持っていくようにしています。さてお伝えしておくべきこととして、最近の PB はバニラの香りになったと言われていますが、ほのかにあの伝説の香りは残っています。銀杏というかあんこさんというか、ふっと心地よくない香りを感じることはありますね。この PB は密閉されるとその強さを増すと言われていまして、私は密閉もせずまた頻繁に使っているためかそんなに強い匂いは感じていません。普段はバニラの香りしかしないですね。しかしインサイダーの中、ビット引き出して匂い嗅いでみると癖ですね。癖です。これは多分どうにもならないんだと思います。色も関係なさそう。黒と紫を使っていますが、どちらも同じく匂っています。マルチクラフトは握りやすく汚れにくいのでとても良いグリップだと思っていますが、これだけはご留意いただきたいポイントですね。ビットを多用する方には PB のインサイダーぜひおすすめしたい道具となってます。続きましてレンチまとめていろいろ。今年はレンチをいくつか追加しました。あえていろんなメーカーを選んでみましたが、どれも特徴あって良かったですね。これはスタビレのディープオフセット20シリーズ。名品と評判のレンチで昔から憧れのあった一品で、よく言われる手なじみが本当に良かったですね。手に吸い付くようなって、まあちょっと大げさではありますが、本当そう言い表したくなるレンチです。ディープオフセットはこれまで苦手意識のある道具だったのですが、スタビレは自分に合っているようで使いやすいですね。理由はよくわからないのですが、剛性の高さとそれから形状から来るもの、自然とネジ側に押し付けて回す使い方になるようで、倒れが出にくいと感じています。
ディープオフセットはこの特殊な形から敬遠される向きもありますが、ネジ直上の障害をかわせるのはなかなか便利なので、スタビレに限らずぜひ試してみてほしいです。こっちはハゼットのオープンエンド 450N。 今年サイズを1つ足しました。他社のコンビレンチと比較すると厚みの薄さがいいっすね。強所で使いやすいのはもちろんのこと、この軽さがいいっす。ハンドリングの良さから扱いやすいレンチに感じています。そのくせかっちりした使用感なんです。薄いのに硬い、たわみが少ない印象があり、個人的にすごく好きな使用感を持ったレンチです。オープンエンドの道具ってあまり重要視されないイメージがあるのですが、これないとどうにもならないって箇所は結構ありますので、こだわりたい道具に思っています。かっちりとしたハゼット、機会があればぜひ触ってみてください。これはスナップオンのインダストリアルフィニッシュ。雰囲気のあるレンチですね。レンチが油を吸い取ってくれる感じの独特な手なじみとか、メッキ割れがないことがメリットとされますが、まあなんたってこの雰囲気ですよね。かっこいいので気に入っています。当然かっこいいだけではなくしっかりと使えるレンチです。面接触のフランクドライブ、安心感は素敵。基本的な形状はメッキ品と同じです。ちょっとした違いとして時代によるものかもしれませんが、インダストリアルフィニッシュの方がオープンエンド側エッジが立っています。防水はメッキより弱いとされますので、錆びないかだけ気になっていましたが、私の使い方なのか保管の場所なのかあまり悩まされてはおりません。正直インダストリアルフィニッシュのメリットはそんなに大きくはねえなとも感じていまして、次はメッキでいいかとは思っていますが、ユーズドで見つけたらまた買ってしまいそうです。刺さる人には刺さるレンチに思います。人と違うレンチをお探しの方や円数さんにぜひおすすめしたい製品ですね。続きまして、オーライトさんの作業灯スイベルシリーズ。マグネットベースを持った角度調整可能なライトです。光源にはチップオンボードの LED を使っていまして、光はまんべんなく照らすフラットタイプ。サブライトとしてスポット光もあり、バッテリーも大容量。フックでぶら下げても使えるという便利なライトです。無印スイベルと少し大きなプロの2つを使っていますが、どちらもなかなかいいライト。サイズ感と明るさのバランスがちょうどいいんですよね。軽量で扱いやすい無印と、重量、光量、値段、バッテリー容量それぞれほぼ倍となるプロという印象です。無印はまんべんなく使いやすいライト。プロは設置に問題さえなければその高性能が魅力的って感じる。プロは三脚なんかに使えるメネジを持ちますので、アタッチメントをつけて使っています。撮影しながらの作業のお供という感じで使っていまして、このサイズなのに広範囲をしっかりと照らしてくれる。いろいろと楽になりました。ここがいまいちって箇所を挙げるとすれば、設置時の自由度の少なさを挙げます。3箇所に分かれてマグネットが配置されているためか、複雑な箇所に対してはうまく設置できないこともございます。重さが増すプロはその傾向が顕著。車、オートバイの整備において設置に関して大体なんとかはなるのですが、もう少し簡単に設置できるようになれば、このライト相当買ってよくなるように感じています。オーライトさんの作業灯スイベルシリーズ、使いやすい作業灯です。ぜひ試してみていただきたいです。続いて BP や SMT の金属製内張り剥がし。先端が薄くてそこそこ強い、そのイメージそのまんまに使いやすい内張り剥がしです。この形の道具、ブルポン製が随分流行って品薄でしたが、最近はコンペもいくつか出てきました。これはもう説明不要に思いますが、樹脂部品の分解時に使いやすいです。樹脂製の内張り剥がしは強度を確保するためか、どうしても先端すぐに厚くなっていきますが、これは結構に薄いまま。隙間にスッと入りますし、そこで多少こじっても大丈夫な体力を併せ持っています。滑らかな面で、しかも幅が広いので相手に傷も入れにくく、原付の外装を外すときや車の内装を剥がすとき、当たり前に使いやすい道具ですね。私はホースを外すときにも使っています。これでホースの端を引っ掛けて、ホースを引っ張る力とこじる力を合わせることで抜きやすくなります。普段から手にする機会の多い道具ですね。注意点として、メタルとはいえバキバキに強いってわけでもなく、私は2本ほど曲げました。薄いっすから仕方ないですが、金属相手に使うのはあまりおすすめができません。固着したホース相手でも、例えばラジエーターのホースなんかで無理すると曲がってしまうことはありそう。強いとはいえ内張り剥がしの部類での話で、使う相手は選びます。しかしこの薄さは絶対に使いやすく、1本持っとくと何かと便利。
金属製の内張り剥がし、流行った理由の分かりやすい道具でした。前後編2回にわたって今年の振り返りさせていただきました。お付き合いありがとうございます。今年も残すところあと1日っすね。2022年はどのような1年でしたでしょうか。2023年、皆様良いお年をお迎えください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。